今回使用するオープンデータは、e-stat統計で見る日本のサイトより、学校保健統計調査、年齢別都市階級別設置者別身長、体重の平均値及び標準偏差の Excel ファイルをダウンロードしたものです。こちらがダウンロードした Excel ブックです。シートはこのように何枚かに分かれて保存されています。今回はこのデータを読み込んで使用する方法について紹介します。この Excel ファイルを使用するには、Google コラボラトリーの作業領域にアップロードして使用します。それでは、Excel データをデータフレームに読み込む方法について、基本的なプログラムを紹介します。最初に Pandas モジュールを Import Pandas as PD という形で読み込みます。そして DFPD Read Underline Excel の次にファイルを指定します。これで DF に Excel ファイルがデータフレームとして読み込まれます。まとめると、このような形となります。最初に Pandas モジュールをインポートし、Read Excel 関数でファイルを指定してデータフレーム DF に読み込むことになります。それでは、ファイル名をダウンロードしたものに置き換えてみましょう。パスを取得するには、こちらのオプションボタンを押して、パスをコピーをクリックします。それを貼り付けて実行しましょう。すると、このように取り込まれたデータが表示されます。最初の行は項目名として読み込まれます。そして、その下の行が0行目のデータ、次に1行目のデータというようにデータフレームに格納されます。最後の部分は、尾行などの余分なデータも読み込まれていますので、削除する必要があります。次は、シートを指定して読み込む方法を見ていきましょう。読み込む Excel ブックはこのように、いくつかのシートによって構成されています。特に、指定しなければ、最初のシートが読み込まれます。読み込むとき、シートを指定するには、Read Excel の中にシートネームと書きシート名を文字列として書きます。あるいは、シートのインデックス番号をシートネームで指定します。それでは、シートネームを指定して実行してみましょう。こちらのシート名を参照します。実行するとこのように 10-2 のシートが読み込まれました。次はインデックス番号で指定し、読み込んでみましょう。ここではシートネームイコール2として3番目のシートを読み込みます。こちらより0、1、2となります。資料番号は10-3となります。それでは実行してみましょう。このように資料番号10-3が読み込まれていることがわかります。次は行の読み飛ばしです。この場合は、Read Excel の括弧の中にスキップローズパラメータを入れ、読み飛ばし行数を指定します。10と設定すると、先頭の10行を読み飛ばしてファイルを読み込みます。この Excel シートでは、必要としている部分は6行目からですので、5行目までは読み飛ばします。このように、スキップローズイコール5と書き5行ほど読み飛ばして、ファイルを取り込みます。実行すると、このように上のいらない部分が削除されました。ここで項目名を見ると区分1、区分2のようになっていますが、これは同じ項目名があった場合、自動的に番号が付けられるようになっています。同様に平均も平均1となっています。行の読み飛ばしには、行番号のリストで指定する方法もあります。この例では、スキップローズイコールの後にリストで024のように書くと、1行目、3行目、5行目が読み飛ばされます。例えば、こちらにスキップローズイコール023と書けば、1行目、3行目、4行目が読み飛ばされます。Excel 表の1行目がリストの0に対応し、3行目が2に対応し、4行目が3に対応します。
それでは、実行してみましょう。するとこのように Excel シートの1行目、3行目、4行目が削除された表となりました。次は、行数を指定して読み込む方法を見ていきましょう。この場合、Read Underline Excel 関数の nrows パラメータを使用します。この例では、nrows10 となっていますので、10行だけ読み込むこととなります。それでは、こちらのプログラムに nrows を使用して35行ほど読み込んでみましょう。Excel 表では、データの最終行が36行目ですが、最初の行は見出し行となりますので、プログラムでは、nrows35 と設定します。それでは、実行してみましょう。すると、このようにデータの終わりまで入力されたことがわかります。それでは、skip-rows と nrows を組み合わせて使用してみましょう。こちらの例では、skip-rows で最初の5行を読み飛ばして、それより nrows で30行ほど読み込むプログラムです。それでは、実行してみます。すると、このように必要な部分だけを読み込むことができます。次は、列を指定して読み込む方法について見ていきましょう。この場合、Read Excel の中に usecall を使用し、読み込む列を指定します。ここでは、A 列 C 列 E 列を指定しています。または、リストで列番号を指定することもできます。また、範囲指定も指定することができます。この例では、usecall A:E となっています。これは A 列より E 列までを読み込む設定です。それでは、こちらのプログラムに、今までのパラメータを応用してみましょう。この例では、skip-rows5 で5行読み飛ばして、nrows30 で、その行より30行ほどデータを取り込みます。また、usecall で、A から D 列までを取り込む設定としています。Excel 表では、こちらの A 列から D 列の範囲となります。さらに行の読み飛ばしと読み込み行数を指定しています。それでは、実行してみましょう。するとこのように、分析に必要なデータのみを抽出することができます。